想像してみてください。朝日を浴びて、輝く2000年の時を超えた石の壁。ここは、かつて世界を支配した大帝国の首都そして、永遠の都ローマです。私たちは、今歴史の資源へと足を踏み入れようとしています。目の前には、世界で最も偉大な文明の一つが残した圧倒的な遺産の数々が広がっています。この都市の魅力は、ただ古いだけでなく、その歴史が現代の生活の中に息づいている点にあります。古代の神殿や壮麗なバロック建築そして、敬虔なカトリックの総本山であるバチカン市国が、わずか数平方キロメートルの中に凝縮されているのです。ローマは、ただ歩くだけで、感動が押し寄せてくるまさに生きた博物館です。石畳の小道を歩けば、ルネサンスやバロック芸術の傑作に出会いどの角を曲がっても、有名な映画のワンシーンのような美しい風景が待っています。この動画では、ローマが永遠の都と呼ばれる理由を、その歴史芸術そして、何よりもおいしい食を通して皆さんと一緒に巡ります。もしあなたが歴史愛好家なら検討したちの熱狂的な叫びが聞こえてきそうなコロッセオの巨大さにきっと胸を打たれることでしょう。もしあなたが芸術好きなら、ミケランジェロのシスティーナ礼拝堂やベルニーニの彫刻がもたらす息を飲むような美しさに心を奪われるはずです。そして、もちろんグルメなあなたを待っているのは、世界中が愛する本格的なローマ料理です。本場のカルボナーラやカチョエペペを味わい、極上のジェラートに舌鼓を打つひとときは、最高の思い出となるでしょう。このローマ旅行は、ただ観光スポットを巡るだけではありません。ここでは、人生を謳歌するラ・ドルチェ・ビータ。甘い生活の精神が流れています。夕暮れ時の散歩パッセジャータを楽しみカフェで、時間を忘れゆったりとしたイタリアの時間の流れに身を委ねるのです。さあ皆さんのローマ旅行が最高の体験となるよう、この動画が完全なガイドブックとなることを目指します。古代の遺跡を巡るための予約の秘訣から、地元の人しか知らない絶品のトラットリアまで、実践的な情報もたっぷりとお届けします。ローマは、訪れる者に過去と現在が交差するたに、類を見ない感動を与えてくれます。この旅の計画を立てる準備はよろしいでしょうか。永遠の戸の扉は今開かれようとしています。まずは、ローマという都市の全体像をつかむことから始めましょう。どこに位置し、どのような気候でそしてなぜ、この都市が今日まで永遠の都として語り継がれてきたのか、その背景を深く掘り下げていきます。私たちは、今、過去2000年以上にわたる歴史の重層の上に立っているのです。この町の持つ圧倒的な歴史と文化を知ることは、旅の感動を何倍にも増幅してくれるはずです。ローマは、イタリア半島の中央に位置し、テベレ川沿いに発展しました。温暖な地中海性気候に属し夏は暑く乾燥し、冬は穏やかで比較的雨が多いのが特徴です。特に7月から8月にかけては気温が30度を超えることも多いため、この時期に訪れる際は水分補給と暑さ対策が欠かせません。旅行に最も適しているのは気候が安定し、日差しが心地よい春の4月から
5月そして夏の暑さが和らぐ秋の9月から10月のショルダーシーズンです。この時期は遺跡や広場を歩き回るのに最適で、真夏ほどの混雑を避けられるのも大きなメリットです。ローマの歴史は、伝説によれば紀元前753年にロムルスによって建国されたことに始まります。その後ローマは小さな都市国家からやがて広大な地中海世界を支配するローマ帝国の中心地へと成長しました。その影響は方言語建築といった西洋文明のあらゆる側面に深く刻まれています。紀元前後からの建造物が今も街中に残されているのは、ローマが持つ驚異的な歴史の連続性を示しています。私たちが目にするコロッセオやパンテオンは、古代ローマの高度な技術と圧倒的な権力の証なのです。帝国の衰退後、ローマはカトリック教会の中心地、すなわち教皇の座がある場所として、新たな歴史を歩み始めました。現在のバチカン市国は、世界最小の主権国家でありながら、カトリック教徒にとっての精神的な故郷であり、ルネサンスとバロック芸術の宝庫でもあります。街全体が古代ローマルネサンス、バロックの3つの時代が織りなす壮大なタペストリーのようなものと言えるでしょう。ローマの文化は歴史宗教そして情熱的な地中海的なライフスタイルが融合しています。彼らは歴史的な遺産を誇りに思いつつ今、この瞬間を最大限に楽しむラドルチェビータの精神を体現しています。夕方には人々がこぞって街に出て散歩を楽しむパッセジャータという習慣があり、これは地元の人々の日常を垣間見る絶好の機会です。公用語はイタリア語ですが、主要な観光地やホテル大規模なレストランでは英語が広く通じます。しかし地元の小さなトラットリアや個人商店では、イタリア語での簡単な挨拶や注文のフレーズを使うとより温かい対応を受けられるはずです。旅先での基本的な現地語の使用は、文化を尊重する日本の旅行者の皆さんの姿勢としてきっと喜ばれます。通貨はユーロです。主要なホテルやレストランではクレジットカードが広く使えますが、小さなバールや市場の屋台郊外の店では現金貸しが必要になることがありますので、常に少額の現金を用意しておくと安心です。チップについては、アメリカほど強制的な文化ではありませんが、サービスに満足した場合、料金を切り上げたり、数ユーロをテーブルに残したりするのは一般的な習慣です。ローマの街を歩く際のエチケットについても少し触れておきましょう。ローマの人々は、特に夕食に出かける際など、外出時には、きちんとした服装を好みます。また、歴史的建造物に対する敬意は、非常に重要です。遺跡に登ったり、モニュメントを傷つけたりすると、高額な罰金が課せられることがありますので、十分ご注意ください。トレビの泉などの噴水で水遊びをすることも禁止されています。特に教会やバチカン市、国内の施設を訪問する際は、服装規定が厳格です。男女ともに肩と膝が隠れる控えめな服装が必須となります。ノースリーブやミニスカートショートパンツでは入場が許可されません。教会訪問の予定がある日は、羽織るものを持参するか、長袖
超ズボンを選びましょう。ローマは、その壮大な歴史ゆえに、街の至るところがアートと遺跡に満ちています。この魅力を最大限に楽しむためには、事前にどの時代、どのエリアに焦点を当てるか、計画を立てておくことが非常に重要になります。そうすることで、ただの観光ではなく、歴史を旅する深みのある体験ができるのです。では、ここからはいよいよローマの心臓部ともいえる必見の主要観光スポットを巡るべき順番に沿ってドラマチックにご紹介していきましょう。古代帝国の遺構、そしてルネサンス・バロック芸術の成果に触れる感動の旅の始まりです。まず最初に訪れるべきは古代ローマの象徴であり、その権力の大きさを物語る圧倒的な存在感を放つコロッセオです。コロッセオから始まる古代ローマの中心地は広大で歩きがいがありますが、その一つ一つが歴史の教科書に載っている重要な場所です。この地域の見学には最低でも半日を確保することをお勧めします。ローマ観光のハイライト、まずは古代ローマの遺構を肌で感じる場所からスタートです。古代ローマ帝国の象徴コロッセオは紀元80年頃に完成した巨大な円形闘技場です。ここでは剣闘士たちの激しい戦いや公開処刑時には模擬開戦まで行われ5万人を収容できたと言われています。その巨大な構造は古代ローマの建築技術がいかに優れていたかを今に伝えています。ここを訪れる際の最大の秘訣は事前予約が絶対必須ということです。コロッセオは入場時間指定の予約が必要であり、特に週末やハイシーズンは数週間前にチケットが完売することもあります。チケットはフォロ・ロマーノとパラティーノの丘との共通券となっており、別々に買う必要はありません。コロッセオを見学する際は、アリーナの床下にあった舞台装置や剣闘士、動物が待機した地下構造ヒポゲームを含むツアーに参加することをお勧めします。それにより当時のスペクタクルの裏側をより深く理解できます。また日中の暑さと混雑を避けるため、早朝の開場直後か夕暮れ前の時間帯を選ぶのが最適です。夕日に照らされたコロッセオの姿は、まるで時間旅行をしているかのような感動を与えてくれます。コロッセオのすぐ隣には、古代ローマの政治宗教商業の中心地であったフォロ・ロマーノ、ローマ広場が広がっています。ここはかつてカエサルやアウグストゥスが演説を行い市民が集ったまさに世界の中心でした。現在は廃墟となっていますが、残された神殿の柱やバシリカの基壇から当時のにぎわいを想像することができます。フォロ・ロマーノとつながっているパラティーノの丘は、ローマが建国されたとされる伝説の場所であり、後に皇帝たちの宮殿が建てられました。ここからの眺めは絶景で、特にオルチ・ファルネジアーニ展望台からは眼下に広がるフォロ・ロマーノ全体を一望できます。古代の遺跡に囲まれた松の木陰で、歴史のロマンに浸りながら休憩するのも良いでしょう。このエリアは非常に広大で日陰が少ないため、特に家族旅行の場合は、お子様のために帽子や日焼け止め、十分な水分を用意し、休憩を多めにとるようにしてください。また、カップルで訪れるなら、
パラティーノの丘の夕暮れ時は、遺跡のロマンチックな雰囲気が最高に高まる瞬間です。古代ローマの歴史に触れた後は、宗教と芸術の至宝が集まるバチカン市、国へと向かいます。ここは世界最小の独立国家であり、カトリック教会の総本山です。まず訪れるべきは、世界最大の教会であるサンピエトロ大聖堂です。使徒ペトロの墓の上に建てられたとされ、ミケランジェロが設計した巨大なドームや、彼が20代で完成させた傑作ピエタ、そしてベルニニが手がけた荘厳な天街、バルダッキーノなど、ルネサンスとバロックの息を集めた芸術が凝縮されています。大聖堂は基本的に入場無料ですが、セキュリティチェックの行列は非常に長くなるため、早朝の開館直後を狙うのが賢明です。そして、何よりも重要なのが厳格な服装規定です。肩と膝を露出した服装では、絶対に入場できません。夏場でも羽織るものやスカーフを忘れずに持参してください。大聖堂のドームに登ることもできます。体力が必要ですが、ドームの頂上からは、サンピエトロ広場を包み込むベルニニの回廊と、ローマ市街を見渡す息を飲むようなパノラマビューが楽しめます。バチカン芸術の真髄は、バチカン美術館と、その奥にあるシスティーナ礼拝堂にあります。歴代の教皇が収集した膨大なコレクションは圧巻ですが、誰もが目指すのは、ミケランジェロが500年の時を超えて描いた天井が天地創造と祭壇が最後の審判です。バチカン美術館は、その広大さゆえに事前にルートを決めておかないと迷子になってしまいます。そして、ここもコロッセオと同様事前予約が必須です。予約なしでは何時間も待つ覚悟が必要です。開館時間、直後の最初の枠か、ツアー客が引き始める午後の遅い時間帯の予約を強くお勧めします。システィーナ礼拝堂の静かで厳かな空間に立ち、ミケランジェロの描いた世界を目の当たりにする体験は、きっと皆さんの旅の中で最も感動的な瞬間の一つとなるでしょう。バチカンを後にし、テベレ川を渡って、ローマの歴史的な中心地チェントロ・ストリコへと進みましょう。ここでは、古代の遺産がバロック芸術の華麗さと融合しています。まずは、古代ローマの建築の奇跡パンテオンです。紀元125年頃にハドリアヌス帝によって再建された。この建物はすべての神々のための神殿として建てられました。特筆すべきはいかなる補強材も使わずに作られた巨大なコンクリートドームであり、その中央に開けられた直径8、7メートルのクルス目が唯一の最高窓となっています。パンテオンは現在も教会として使用されており、入場は基本的に無料ですが、混雑時には予約が必要な場合があります。ここを訪れる最高のタイミングはオクルスから差し込む光が最もはっきりと見える正午前です。その光の柱が空間全体を神聖な雰囲気で満たします。次に訪れるべきは、ローマで最も有名で美しい噴水トレビの泉です。豪華絢爛なバロック様式のこの噴水は、綿積みオケアノスが貝殻のチャリオットに乗る姿がドラマチックに描かれています。トレビの泉の伝統は、
右手に持ったコインを左肩越しに泉に投げ入れることです。コイン一つでローマに再び戻ってこられる。二つで愛する人と結ばれる。三つで結婚できる。と言われています。毎日約3000ユーロものコインが投げ込まれ、その収益は慈善団体に寄付されています。トレビの泉は日中夜間を問わず常に驚くほどの観光客であふれています。人が少ない静かな姿を見たいなら、早朝の7時前を狙うか、深夜遅くがおすすめです。しかし混雑している時はすりに合わないようで、荷物には最大限の注意を払ってください。トレビの泉から少し歩くと、広大な階段が特徴的なスペイン広場にたどり着きます。ここは135段の階段がトリニタ・デー・モンティ教会へと続くスペイン階段で有名です。春、特に4月から5月にかけては、階段が美しいアザレアの花で飾られ、その優美さが際立ちます。ただし現在は、文化財保護のため階段に座ることは禁止されていますのでご注意ください。広場の周辺、特にビアデ・コンドッティには、グッチやプラダといったローマの高級ブランド店が軒を連ね優雅なウィンドウショッピングを楽しむことができます。そしてかつてドミティアヌス帝の競技場があった場所に立つナボーな広場もバロック芸術の傑作です。広場の中央にはベルニニが設計した4大河の噴水があり、そのダイナミックな彫刻が広場全体に活気を与えています。夕暮れ時、カフェのテラス席でアペリティーボを楽しみながら広場のにぎわいを眺めるのが最高の過ごし方です。主要な観光地を巡った後は、少し人混みから離れてローマが誇る最高の芸術作品を鑑賞しましょう。ボルゲーゼ美術館は、その華麗なコレクションで知られています。特に、ベルニニの彫刻アポロンと、ダフネやプロセルピーナの略奪、そして、カラバッジョの絵画などルネサンスとバロックの傑作が数多く展示されています。この美術館の最大の特徴は、事前予約とに痴漢性の厳格な入場制限が設けられている点です。これにより美術館内が過度に混雑することなくじっくりと傑作を鑑賞できます。予約は数週間前あるいは数ヶ月前に必須となりますので、旅の計画の早い段階でチケットを確保してください。美術館を見学した後は、緑豊かなボルゲーゼ公園を散策するのもおすすめです。ローマの中心にあるこの公園は市民の憩いの場であり、都会の喧騒から離れてリラックスできるオアシスです。テベレ川沿いにそびえ立つサンタンジェロ城も歴史的に重要な場所です。もともとはハドリアヌス帝の霊廟として建てられましたが、後に教皇の要塞や牢獄として使われました。バチカン市国とはパッセット・ディ・ボルゴという秘密の通路でつながっていたことでも知られています。サンタンジェロ城の屋上からはテベレ川と遠くにサンピエトロ大聖堂のドームを望む美しい夕焼けの景色を一望できます。特にカップルにはこの風景は最高のロマンチックな思い出となるでしょう。またカンピドリオの丘にあるカピトリーニ美術館も見逃せません。ミケランジェロが設計した広場に面したこの美術館は世界最古の公共美術館の一つとされ、ローマのシンボルであるカピトリーニのメスオオカミ
の像などが収蔵されています。ここから見るフォロ・ロマーノの眺めもまた格別です。最後に時間に余裕のある旅行者におすすめなのがトラス・テベレ地区とモンティ地区の散策です。テベレ川の対岸にあるトラス・テベレは、石畳の小道が続く中世の雰囲気が残る魅力的なエリアで、最高の地元料理店が集中しています。一方コロッセオに近いモンティ地区は、トレンディなブティックや職人の店が集まるボヘミアンな雰囲気で、夜には地元の人々が集う活気ある場所です。ここからはローマ滞在をより快適にするための実用的な情報と、旅の安全に関する重要なアドバイスをお届けします。ローマ観光の玄関口となるのがフィウミチーノ空港 FCO です。空港からローマ市内へのアクセスで最も早く信頼できるのがレオナルドエクスプレスです。これは主要駅であるテルミニ駅までノンストップで約32分で結び、料金は約14ユーロです。より経済的な選択肢としては各社のシャトルバスがあります。テルミニ駅まで45分から1時間程度かかりますが、料金は6ユーロから8ユーロ程度と安価です。ただし、ローマ市内の交通渋滞に巻き込まれるリスクがあります。タクシーを利用する場合は、空港から市内のアウレリアヌス城壁内の中心地まで固定料金約50ユーロが設定されていますので、必ず乗車前に料金を確認し、公式の白いタクシーを利用してください。ローマ市内の公共交通機関は、主に地下鉄メトロバス、トラムで構成されています。地下鉄は1線と線の2路線が観光客にとって特に重要でありテルミニ駅で交差しています。メトロは速いのですが、古代遺跡の存在により路線網が限られているため、多くの観光スポットはカバーされていません。歴史地区の中心部、パンテオントレビの泉ナボーナ広場周辺は、徒歩での散策が最も適しています。しかしバチカン市国やボルゲーゼ美術館など少し離れた場所へ移動する際には、メトロやバスの利用が便利です。交通パスとしては、1回の乗車から100日間有効なビットやに、4時間48時間7に、時間有効な1日券、複数日券があります。頻繁に公共交通機関を利用する場合は、72時間券約18ユーロの購入を検討してください。乗車時または改札に入る際に必ずチケットを刻印機に通して有効化してください。無効なチケットで乗車していると高額な罰金が課せられます。宿泊先を選ぶ際には、旅の目的や予算に応じてエリアを選ぶことが重要です。はじめてローマを訪れる方で主要な遺跡や広場を徒歩で巡りたいならモンティ地区か歴史中心部の南側を選ぶと便利でしょう。バチカン観光に重点を置きたい場合は、メトロアクセスがよく完成なプラティ地区もおすすめです。夜のにぎわいを重視するなら、レストランやバーが集中するトラス・テベレ地区も魅力的です。ローマの食文化はシンプルで素朴ながらも味わい深く世界中から愛されています。ローマに来たら絶対に外せない4つのパスタ料理があります。一つはペコリーノ・ロマーノチーズと黒胡椒のみで作られるカチョエペペ。二つ目は
卵黄とグアンチャーレ豚の頬肉の塩漬けで作られる伝統の味カルボナーラ。そして3つ目はグアンチャーレ。トマトペコリーノを使ったアマトリチャーナです。これらこそが真のローマの味であり、生クリームが入ったものは本場のカルボナーラではありませんのでご注意ください。これらの伝統料理を味わうには、観光地の中心から少し離れたトラステベレやテスタッチョ地区にある地元の人々で、にぎわうトラットリや家庭的なレストランを探すのが秘訣です。また、手軽なストリートフードとして、すっぷりトマトソースとモッツァレラ、チーズが入った揚げ、ライスボールや量り売りのピッツァール、ターリオ切り売りピザも人気です。特に、トラピッツィーノというピザ生地で作ったポケットに、ローマの伝統的な具材を詰めた、新しいスタイルのストリートフードも試す価値があります。ディナーの予約は、特に人気のレストランでは必須です。ローマの夕食は、遅くだいたい夜7時半以降に、始まり8時半から9時頃がピークです。日本とは異なりゆっくりと食事を楽しむ文化ですので、サービスのスピードが遅いと感じても、焦らずその場の雰囲気を楽しんでください。極上のジェラートを選ぶ際は、鮮やかすぎる緑色や青色のものは避け、地味な色合いの蓋のついた容器で保存されているもの、ポッツェッティを選ぶと、本格的なジェラテリア・アルティジャーナーレ、職人によるジェラート店に出会えます。ローマは一般的に安全な都市ですが、観光客が多い場所ではスリが多発しています。特にコロッセオ・トレビのイズミテルミニ駅、そしてバチカン行きのバスなどの混雑した場所ではって、荷物や貴重品に最大限の注意を払ってください。バッグは必ずファスナーを閉め体の前で持つようにし、リュックサックは背負わず抱えるのが鉄則です。また観光地近くで親切に声をかけて来る人や署名を求める人、腕に無料のブレスレットをつけようとする人には警戒が必要です。これらはすべてスリや詐欺の前触れであることが多いからです。万が一困ったことや緊急事態が発生した場合は、欧州共通の緊急番号112番に電話をすれば、警察、救急消防に対応してもらえます。予算についてですが、宿泊費を除く1日の目安は、ミッドレンジの旅行者で、約150ユーロから200ユーロ程度を見込んでおくとゆったりと楽しめるでしょう。無料の水道ナゾーニと呼ばれる公共の噴水が多くありますので、マイボトルを持参して水を補給すれば節約になります。さて、2000年の歴史が息づく永遠のと、ローマを主要な観光地から隠れた美食までたっぷりと巡ってきました。この町の最大の魅力は、古代中世そして現代がまるで一枚の絵画のように完璧に重ね合わさっている点にあります。壮大なコロッセオの廃墟に立ち、古代帝国の夢と栄光を感じる瞬間。バチカン美術館でミケランジェロの天才性に触れ、神聖な静寂に包まれる体験。そしてトレビの泉にコインを投げ入れ、また必ず戻ってくると誓うあのロマンチックなひととき。これらすべてがローマでしか味わえない深く記憶に残る旅の醍醐味です。特に初めてローマを訪れる日本の皆様にとって、その混沌としたエネルギーやサービスのペースに
戸惑うこともあるかもしれません。しかしどうか、そのエネルギーを楽しみゆったりとしたイタリア時間に合わせて、心を開いてみてください。そうすれば、ローマは、きっと皆さんの想像を超える豊かで、忘れがたい経験を与えてくれるでしょう。歴史を学び、芸術に触れ、そして、何よりもおいしいローマ、料理を心ゆくまで堪能する。この動画が、皆さんのラ・ドルチェ・ビータを探す旅の始まりとなり、安全でそして、心躍る冒険の羅針盤となることを願っています。最後に、重要なお知らせがあります。この動画は、旅行情報の提供及びエンターテインメントを目的として作成されておりに、1026-1、4時点での情報に基づいています。観光地の営業時間、料金、アクセス方法などは変更される可能性がありますので、実際に訪問される際は、最新情報を必ずご確認ください。また、この動画で使用されている画像の多くは、技術によって生成されたものであり、実際の風景や施設とは異なる場合があります。実際の訪問体験の参考として、ご覧いただき詳細は、公式サイトや現地での確認をお勧めします。安全で快適な旅行のため、現地の法律や文化マナーを尊重し、十分な準備をされることをお勧めします。この動画が皆さんの素敵な旅の計画にお役立ていただければ幸いです。